皆さんこんにちは、幸子です。アニメや漫画が好きな人にオンラインで日本語を教えています。皆さんは隣のトトロの映画を見たことがありますか？でも映画ってドラマやアニメより長いし、トトロの映画は他の映画よりも会話がゆっくりですが、それでも早いし、N5 レベルのクラスやスーパービギナーの人には時々難しいなって思います。そんなトトロの映画でもちょっと難しかったという人におすすめなのがこちら、アニメージュコミックスペシャル隣のトトロです。普通の漫画と違うのが分かりますか？これは映画のスクリーンショットを使って作られた漫画です。日本では、フィルムコミックスとか、アニメコミックスとか、呼ばれています。私は小学生の頃、確か9歳や10歳ぐらいの時、この漫画が大好きで壊れるまで何回も読みました。これを読むと映画の世界にまた入ることができるので、とても楽しかったです。で、今日のビデオの話は、こちらトトロの素敵なストーリー、トトロが日本語の勉強にいい理由、フィルムコミックスのおすすめの勉強方法、トトロのもっと簡単な本についてお話しします。トトロの映画がちょっと難しかったという人、漫画で日本語を勉強したい人はぜひ最後まで見てみてください。トトロの素敵なストーリー、簡単に隣のトトロのストーリーを紹介します。このお話は今からだいたい70年くらい前の日本のお話で、こちらのさつきとめいのこの2人の姉妹がメインキャラクターです。2人は、お父さんと一緒にこちらですね、田舎の古い家に引っ越します。そして子どもたちだけが会える不思議な生き物、このトトロに、出会い、不思議で面白い体験をするという心温まるいいお話です。日本の自然の素晴らしいところや懐かしいところ、トトロの可愛いところが人気のポイントになっています。トトロが日本語の勉強にいいわけ。スタジオジブリの映画はたくさんありますが、その中でも隣のトトロが日本語の勉強にいい理由は4つあります。1つ目は日常会話が多いこと。トトロはバトルアニメでも難しいファンタジーの世界でもありません。日本の田舎の話です。少し古い時代ですが、今も使っている言葉で話しています。2つ目は難しい言葉が少ないこと。メインキャラクターが小学生と4歳の女の子、この2人の会話がメインなので難しい言葉が出てこないのがいいです。3つ目は1つの文が短いことです。ちょっとこのページを読んでみますね。さあ、仕事仕事。2階の階段はどこにあるでしょう？階段を見つけて2階の窓を開けましょう。はーい。メイも。はい、今こちら読んでみましたけど、どうですか？すごい短いですよね。同じ子供が見るアニメ、例えばコナンとかドラえもんとか、クレヨンしんちゃんもありますけど、そういったアニメはセリフや説明が長いものが
多いんですが、トトロは本当に短い言葉で話しているのですごくわかりやすいです。そして、4つ目は使ってはいけない言葉があまりないことです。呪術廻戦や鬼滅の刃のように今人気のバトルアニメには使わない方がいい失礼な言葉、悪い言葉がたくさん出てきますが、この映画にはカンタがやーいお前んちお化け屋敷っていうくらいの悪口しか出てきません。綺麗な日本語がたくさん使われているのでおすすめです。ただおばあちゃんが使う言葉は私も時々わからない言葉があるので、ちょっと難しいと思います。フィルムコミックのおすすめの勉強方法。さっきちょっと見てもらった、フィルムコミックスですが、これは映画のスクリーンショットを使い、その後で吹き出しやオノマトペをつけている漫画です。このフィルムコミックがいいと思うところは2つあります。1つは漢字全部に振り仮名がついていること。振り仮名があるおかげで子どもの時私は何回も漫画を読むことができました。それからこのコミックのユニークなポイントはオノマトペの勉強がしっかりできるところです。ちょっとこちら見てください。このページにはいろいろなオノマトペが書いてあるのがわかりますか？ガチャガチャ、ダ、ザー、スとかですね。はい、いろんな色で書いてあります。白黒の普通の漫画よりも青やピンクで書かれているのでよく見えますよね。映画を見ながら、これを見ると、聞いた音とこの書いてある音、どちらもチェックできるのでオノマトペの勉強にもとてもいいと思います。おすすめの勉強方法ですが、2つあります。1つは映画を見てそれから漫画を見る方法。映画は、日本語の声で聞きましょう。字幕は日本語でも、あなたの国の言葉でも問題ないです。フィルムコミックだけ読むよりストーリー全部が分かった方が、いいので見たことがない人は映画を見てから漫画を読んでください。2つ目は映画を見てそれから映画を見ながら漫画を読む方法です。まず映画を見ます。その後もう一回映画を見ながら時々ストップして漫画を読む方法ですが、1番と同じように、1回映画を見ます。その後で隣にですね漫画を置いて、で映画の声を聞いてわからないシーンがあったらストップして漫画を読みます。そして何と言ったかチェックするという方法です。その後でもう一回映画を見ると最初に見た時よりももっとわかるようになっているのでおすすめです。ぜひやってみてください。トトロのもっと簡単な本。フィルムコミックでも難しい、もっと簡単な本がいいという人はこちらの徳間アニメ絵本をおすすめします。こちらは子供が読む絵本です。さっきフィルムブックで読んだシーンを、ちょっと読んでみます。こちらですね。はい。キョロキョロしているとお父さんがやってきました。さあ仕事仕事、次は2階の窓を開けましょう。階段の入り口はどこにあるのかな。2階？階段があるの？2人は目を輝かせて階段を探します。こんな感じで、絵がメインで小さい子供にも分かるような言葉で書かれています。もちろん知らない単語もありますが、教科書で勉強した文法もたくさん出てきますし、それから
このカタカナにもひらがなの振り仮名がついているので、カタカナを読むのが苦手な人、ビギナーの人にもいいです。それからアニメだけではわからない面白い情報も載っています。例えばこれですね。このトトロのページなんですけど、これによるとトトロは1300歳ぐらい、身長約2メートル、小さい白いトトロでも100歳ぐらいだそうです。あとはですね、この後ろにもさつきとメイの村の地図マップがあったりして、トトロファンのガイドブックとしてもいい本です。ということで、今日は、隣のトトロの、フィルムブックと、絵本の紹介をしてみました。スタジオジブリの作品はみんなフィルムブックと絵本があります。皆さんが好きな作品があったらぜひ映画と一緒に、こちらの漫画や絵本を一緒に見てみてください。もっといい勉強になると思います。このチャンネルではアニメや漫画について優しい日本語で話しています。皆さんがもっと日本語でアニメや漫画を楽しめるようにお手伝いができたら嬉しいです。よかったらいいねやハイプしてくださるとすごく嬉しいです。それではまた。